熱っ熱っ。うわバターすごっ。うわこれやば。うますぎる。分かってたけどうますぎる。ご視聴いただいている皆様こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、ゴリッゴリにバター効かしたパンが食べたくて、塩バターフランスを焼きました。非常にシンプルな配合なんですけれども、中にバターを入れ込んで、それにトッピングで塩で、この塩をしっかり効かすことによって非常に塩味のある塩バターを作ることができます。そしてかつそれをシンプルなハード系で包むことによってクラストはパリ、中はもち、そしてその中によりジューシーな塩バターが入ってる、もう最高のコンビネーションだと思います。ぜひね、皆様も動画を見ていただいて作ってほしいなと思います。まずはですね、こちらの工程の動画をご覧ください。どうぞ。I know that you are having a hard time. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you
これは焼きたてを食べないとダメですよね。いただきます。熱っ熱っ。うわ、バターすご。うわ、これやば。うますぎる。分かってたけどうますぎる。これしかも焼きたてのこのバターのじゅわっと感もうまいけど、時間が経って味が馴染んだ時も多分半端ないと思うんですよね。いやー、レビューの時が楽しみですわ。はい、いかがだったでしょうか。もうバターあふれる感じ、これがねたまらんのですよ本当に。今回は無塩バターにあえて塩をトッピングしたんですけども、もちろん有塩でしてもらってもいいです。でも有塩にするとこう食べてる時の味のこうメリハリっていうのはないですよね。一定の塩味がついた塩バターフランスを食べることになります。ですが今回のバターは無塩バターにアクセントとして塩を振ってます。ですので完全なる無塩バターの風味だけがするところと塩バターになってるところ、そして生地と塩だけのところもあるんですよ。だからこの3つをね食べるところで楽しめるんですよ。それがねまた面白いんです。それによって味にこうメリハリ波ができるというか、食べててワクワクする味になるんですね。ですのでこういった作り方もねありなのではないかなと思います。でもお好みになりますので、火炎バターが好きな方、無塩バターが好きな方、そして塩をかけるのが好きな方、それぞれおられると思います。ですので皆さんに合った、皆さんが好きな作り方をしてほしいなと思います。そして今回のレシピもですね、こねずに混ぜるだけ、そして低温長時間冷蔵庫で一晩経ってから分割して、そして成形していきます。ですので工程の時間は長いんですけども、ポイントでかかる手間っていうのは非常に短いです。これをやはりその日にこねて作るってなると工程の期間は短いんですけども、いろんな作業をたくさんとしないといけないので非常に労力がかかります。ですのでその時々に合ったパン作りをしてほしいなと思います。それぞれにメリットデメリットがありますので、そこも踏まえた上でね作ってもらうと一番良いのではないでしょうか。ではね早速食べていきたいんですけれども、今日ですね焼けたパンがですねこちらですね。ちょっとね成形をね今回は変わった成形をいたしました。バターを包んで、あとは綿棒でのしてそれを折りたたむ感じですので、こういう風にねベロンと焼くんですよ。そうすると中にこうバターを閉じ込めつつもビジュアルをちょっと武骨な感じにする。だからハード系にこう合うようなこう成形方法になりますよね。これはねちょっと僕が今回これにしてみようと思いました。ですので別にこれじゃなくて、ただバターとか塩バターを保温するだけでも全然 OK です。そしてね断面がこちらになります。ここ空洞ができてるところ分かります。ここにねバターがあったんですよ。ここにバターがあることによってここには生地がやはり来ないですし、空洞が空きます。
そして焼きながらバターが流れてるので、そこは揚げ焼きみたいになってパリッパリなんですよね。表面のクラストはパリッと仕上がってて、パリッとと揚げ焼きのパリッパリッとで、中がこのもっちりとこのジューシーなバター、最高です。そういうことなんです。いただきます。これたまらんな。これたまらないですよマジで。この食べた時のねバター感、これがね最高なんですよ。こう噛むごとに溢れ出すこのジュワーっとしたバター感、もう最高。ごちそうさまでした。いやー最高でした。めちゃくちゃ美味しかった。この溢れるバター感、これほんと尋常じゃないです。やっぱりねこう焼けた時も美味しいんですけども、焼けてしばらく時間が経って熱が完全に取れてから食べるとやはりね味が非常に馴染んでるんですよね。ですのでよりバター感、そして生地のもっちり感を味わうことができるから、これはこれで非常に美味しいです。全然別物ですよね。焼けた時の食感風味、そしてしばらく時間が置いて味が馴染んだ時と風味と食感、一つのパンでも食べるタイミングによってパンの表情だったり味っていうのは変わるんですよね。これがね製パンの面白いところの一つだとね僕思うんです。そしてですね、このパンの仕上げの塩を振るところ、ここでねしっかりポイントを押さえておいてほしいんですけども、無塩バターに塩を振る場合は結構塩振ってもらった方がいいです。意外に辛いかなと思ってビビってかけると全然塩味が感じられなくて塩バターにならなくてただのバターフランスになります。ですのでちょっと多いかなっていうぐらいがベストだと思います。これはね好みにもよるし、やってみないとわからないっていうのもあるんですけども、初めてやられる方はちょっと多いかなっていうぐらいかけてください。それぐらいがねちょうどいいです。ということでですね、今日は塩バターフランスを作りました。非常にバターあふれる非常に美味しいパンでした。ぜひね皆さんも作ってほしいなと思います。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私ですね Twitter と Instagram をやっておりますので、よろしければフォローをよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。